はいどうも、B 賞です。今日はスターウォーズクローンの攻撃映画公開20周年を記念して発表されたホットトイズ、アナキン・スカイウォーカーについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。同時に発表されたパドメに関してはまた別の動画で詳しく話していこうと思うので、今回はね、アナキンについてのみ詳しく話していこうと思います。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ホットトイズのカスタム依頼も受け付けているので、気になる方はね、概要欄に貼ってある僕の Twitter だったり、Instagram の DM からメッセージをお願いします。ということで、フィギュアについて詳しく見ていこうと思うんですけど、これまでアナキンのホットトイズとしては、エピソード3以降のアナキンとしては、いくつかのパターンとしてね、ホットトイズからも商品化されていますし、サードパーティー製としても出てると思うんですけど、確かにね、このバージョンとしては見たことがなかったかなと発表があってから改めて思いましたね。まずはヘッドについて詳しく見ていこうと思うんですけど、顔の造形自体はね、昔のアナキンにとてもよく似てるんじゃないかなというふうに思いますし、今作も眼球可動ギミックがあるので、目線を動かすことによって表情の変化をつけることができるような点は魅力的なポイントになるかなというふうに思います。プロトタイプを見る限りでは造形もかなり細かくてね、顎にあるほくろまで再現されているように見えます。実際発売に向けて量産化されるとなると、これを元に型取りされて、そこからね、量産化されるというような感じになると思うんですけれども、その過程の中で細かいディティールっていうのはね、結構省略されてしまう可能性はあるんですけど、こういったほくろだったりとかね、細かいシワ、肌の凹凸もなるべくこのままの質感に残してくれたら嬉しいというふうに思います。あとはパダワンの象徴でもあるような三つ編みを言った髪型も再現されています。こういったところは結構細かくて細いパーツになると思うので、僕の経験上劣化とか、時間が経った時に硬くなってしまって折りやすくなるというようなことはちょっと懸念点かなというふうにも思いましたね。今回のヘッドについては多分今回首と頭は一体化されているようなヘッドだと思うんですけど、目線を動かす際はおそらく後頭部の後ろの部分を開けて、中のつまみで目線を動かすというようなギミックになってるんじゃないかなと思うので、そういったところはね、あまり目立たないような作りになればさらにいいのかなというふうにも思います。ただこのヘッドについて個人的にね、すごい気になる点があって、それがこのおでこですね。生え際にある産毛を再現しているような造形にはなってると思うんですけど、髪の毛というよりは細かな溝に見えるというか、おでこを削って髪の毛を彫って造形しているような見た目にも見えるんですよね。確かに実写でもね、こういう前髪の形っていうのはあったと思うんですけど、もう少しちゃんとね、造形してくれたら嬉しいかなというふうにも思いました。最悪省略してもいいんじゃないかなというふうな見た目になってるかなと思います。そして衣装は自在のスーツを身にまとっているんですけれども、この衣装もね、かなりかっこいいなと改めて思いましたね。オビワン・ケノービだったりとかクワイガンとかね、他のマスターに関しては割と明るい衣装を身にまとっているようなイメージに対して、このアナキンについてはね、黒だったりとか茶色といった暗い色の衣装を身にまとっているっていうのもすごいね、好きなポイントです。衣装の一番上に羽織っている黒い革の衣装がね、個人的にはすごい好きで、服としては意味わからない構造というか、ほぼね、飾りみたいな感じにはなるんですけど、この革の光沢感もね、いい雰囲気を出していてかっこいいと思いますね。そしてゆったりとした時代ローブもかなりかっこいいですよね。他のフィギュア同様、ローブだったりとか衣装にはワイヤーが入っていたりもすると思うので、ディスプレイする際はね、このローブに躍動感をつけたりなんかしてもかなりかっこいい見た目になるんじゃないかなというふうに思います。そして付属品はスターウォーズシリーズならではのものだったり、アナキンにまつわる付属品が多数付属している点も楽しみなポイントです。まずライトセーバーについては、アナキンが所有するブルーのライトセーバーと、もう一本はドゥーク伯爵との戦いで、一時的に使用したグリーンのライトセーバーが付属していて、それぞれね、2種類ずつの内容となっています。まず1つ目は USB による LED ライトアップ機能を搭載したものになっていて、2つ目はベルトに下げたりとか、単体で飾ることが可能なものが付属しているということで、計4種類のライトセーバーを使い分けることで、いろいろなシーンだったりをね、再現することができるかなと思います。USB 仕様のライトセーバーに関してはライトアップギミックがあるので、実際にライトセーバーを光らせて飾ることもできます。イメージ画像のようにはね、強く光らないとは思うんですけど、ディスプレイしたりとか写真を撮るにはかなりね、いいギミックだと思いますね。ライトセーバーの刃のパーツはおなじみの振った状態を再現できるタイプのものも付属しているので、ディスプレイの方法はね、かなり色々とあるかなというふうにも思いますね。さらにドゥーク伯爵によって切断された腕を再現するような義手の右腕も付属しています。これに関しては肘から先を交換するようなアクセサリーに見えるので、見た目はかなりね、自然に近いのかなと思いますね。色は暗い金色がベースにはなっているんですけれども、赤だったり青の配線とかもね、かなり細かくペイントと造形されているのもさすがホットトイズのクオリティだなというふうに思いますね。ただ義手に関しては指は動いたりとかはしなさそうなので、ライトセーバーを持たせたりとかそういったことはちょっとできないのかなというふうにも思いました。そして台座はジオノーシスのドロイド工場をイメージした台座になっているようです。改めて映画を見返してみないとちょっと細かいことはわからないんですけど、工場の床面を再現しているような表面のデザインになっているかなとも思いますね。ジオラマベースというわけではないんですけど、マーベルのようなロゴデザインよりは、個人的にはね、スターウォーズのこういった、ジオラマベースっぽいような台座の方が好きなものが多いかなという風な感じです。で、フィギュアの全長は31センチということなので、通常の6分の1
チスケールフィギュアと同等の大きさになるかなというふうに思います。それでは続いて発売時期と価格についてです。国内ではトイサピエンスの情報をもとに紹介して、比較としてね、海外サイトトイズワンダーランドの情報も紹介しようかなと思います。まずトイサピエンスについてなんですけど、トイサピエンスでは価格は49,000円となっていて、予約価格はそこから 10% オフされた44,000円となっています。そして発売時期は2024年の4月頃発売予定となっています。そしてトイズワンダーランドではファーストバッジが約42,000円、セカンドバッジでは約29,000円という風になっていて、発売時期は2024年の第1クォーターから第2クォーターという風になっています。でトイズワンダーランドではおそらく別途で送料が数千円程度かかるかとは思うんですけど、それを踏まえてもね、とても早く届きますし、トイサピエンスとかと比べてしまうと圧倒的に安いという点はね、とても魅力的かなと思うので、ぜひね、利用してみるのもありかなという風に思います。育ちトイズでは予約開始されればおそらくこの間くらいの37,000円くらいになるかなと思うので、特にこだわりのない方はね、もう少し待ってみてから決めてみてはいかがでしょうか。トイサピエンスに関しては最近もうこの値段が普通になってしまったのでちょっときついなとは思いますね。発売も早いもので3週間から1ヶ月後の入荷となると、海外サイトではね、かなり安くなっている時期ですし、ばらつきはあるものの育ちトイズの方が入荷もかなり早いと思うので、育ちトイズだったりそういったサイトも利用することはありかなと個人的には思います。僕は今予約しているものの8割くらいはもう育ちトイズで予約していて、特にね問題感じているというようなこともないので、ぜひお勧めしたいサイトかなとは思います。ただね、一部メールアドレスのドメインには対応していないとか、そういった送受信の際に不具合があるとのことなので、利用する際はね、ホームページにある What's New っていうね、アナウンスページを見ておくことをお勧めします。はい、ということで今日はスター・ウォーズクローンの攻撃の映画公開20周年を記念して発表されたホットトイズアナキン・スカイウォーカーについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。まだ僕自身ね、スター・ウォーズのホットトイズ持ってないんですけれども、最近ちょっとね、このシリーズに関してフィギュア欲しい気持ちもどんどん強くなってきているので、今後ね、コレクションに加えていけたらいいなというふうにも思います。でもアナキンとしては闇落ちアナキンが一番好きなので、エピソード3版の方がね、個人的にはちょっと気になるんですけど、発売時期が再来年の2024年という点を考えると、今後スター・ウォーズシリーズを揃えていくのであればいいタイミングかなというふうにも思うので、このフィギュアもね、コレクションに加えられるように頑張っていきたいと思いますし、予約するかは一旦置いておいて、発売自体はとても楽しみです。動画でも言った通り、おでこに造形された前髪はちょっと納得はできないんですけど、それ以外はね、クオリティも高くて付属品だったりも魅力的だと思うので、ぜひね、概要欄にあるサイトから予約してみてください。ということで、この動画参考になったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、概要欄の下の方に僕の Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。あとは、冒頭でもお伝えした通り、フィギュアのカスタム依頼も受け付けているので、気になる方は Twitter だったり Instagram のメッセージから気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。